ガジアファルコンズの千秋です。安藤です。今日は令和の米騒動って言われる深刻な米不足についての話をしていきたいんやけど、令和の米騒動が原因として、まず一つが異常気象による不作っていうのがあって、猛暑と雨が少ないことで米の生産自体に大きな影響が当たって、品質が下がって、収穫量が減少したっていうのがまずあって。実際、東京とかでもスーパーとかで米の棚から米が消えとるな。入ってきてもすぐになくなるから、買えやんって言っとる人結構おるわ、会社とかでも。実際取れる量は例年とはあんま変わってないと思うんやけど、品質が下がってるから世に出せる量が例年より2割近くもう減少しとるらしい。で、他にもインバウンドで外国人の観光客が増えて、どうしても外食需要っていうのが高まった。和食人気でな。そうそう、和食人気で。とか、あと政府による、生産調整っていうのがあって、人口減少に伴って米を消費減少しようってなって、生産をコントロールしとったっていう背景があって、で、2021年から2023年までに米の収穫量60万トン以上減少したっていう背景もあって、今米不足っていうのが起こってきとるよね。あとはその根本的な米農家の高齢化と後継者不足ってあって、そもそも米をあまり作られん、だんだんリタイアしてしまうっていうのもあって、生産意欲っていうのが減退してる。そうそう。消費者にとっては、米が出回らんってことで、価格が、だいたい1割ぐらいアップしとるよね。いや、もっとかな。確かに値段も上がっとるし、転売とかも起こっとるような。そうそう。で、これが、平成にも米騒動って言われる原因があったんやけど、それが1993年のことで、その時は逆に冷夏、全国的な稲の生育不良から、この時も収穫量が少なくて、全然米が世に出回らんだ。ただ、その時はタイ米を輸入したり、他にも6月、7月からは、普通に米をサイクルが回ったことで、なんとか難を逃れたって書いたんだけど、その時もやっぱり米不足によって米の価格が上がって、消費者っていうのは結構回っとったんやけど。平成の米騒動の時の方が深刻やんな。この時の方が小売店の店頭から米が消えるっていうのが今よりも全然もっとひどい状態で、今は米のその品質低下とかで米の出回る量が減っとるっていうことやけど、平成の米騒動の時は純粋に取れる米が少なくなったから、米がなくなって、で、アメリカとか中国とかタイから米を輸入することになって、で、当時は米って国内で全部自給自足しとったから、米は一粒たりともよそからは入れやんっていう政府の方針があったんやけど、この時に簡単に崩れ去って、で、緊急輸入を始めたから、国際的にもうタイとかで米の市場価格がすごい暴騰して、だから国際的なその米の市場価格に悪影響を及ぼしたって言われとって、この後にあったウルグアイラウンドっていう会合で、その米の輸入の要求、国際社会からもっと日本は米を輸入しろよっていう要求があったんやけど、それを飲まざるを得なくなったよな。この時に米の国際市場に悪影響をもたらしたせいで。だから今でもそれは続いとって、だから一定数日本は今でも米を輸入しとるんよ。しかもこの時に入ってきたタイ米とかに、やっぱ日本人は今まで日本で採れた米しか食ってなかったから、タイ米っていうのにすごい合わんくて、輸入しとってもらった分際ですごい文句言って。叩かれとったってことだよな。そう。そもそも主食として米に合わせる料理が違うからさ、タイ米とかは。そもそも。ガパオライスとかさ、パラパラのお米として食べるやん、タイ米って。和食にはそもそも合わんのよな。匂いとかも違うし。それを和食に合わそうとして食べると、それは美味しくないって思うのは当たり前やんな。だからもう、日本米とタイ米を混ぜて、そういうブレンド米として苦肉の策で太ったとか、そういう話もある。当時は。それでやっとなんとか食えるみたいな。結局やっぱり今、米不足になって、今見たら5キロで、だいたい1000円ぐらい。前まで1500円やったのが今2500円とか上昇しとるらしいんよね。今のこの令和の米騒動でな。で、やっぱ米って家族でおったらもう10キロとか1週間ぐらいでなくなるレベルなんよね。だからそのペースで米消費してったら、どうしてもやっぱしわ寄せで家計も苦しくなってくるし、さっきもあったけど、今米の転売がすごくて。メルカリとか。しかもそれがちゃんと市販で売っとる米の転売とかじゃなくて、もうジップロックとかに入れた米をそのまま転売しとるんよね。
戦時中みたいやな。そう。量り売りみたいな。で、しかもそれに買うやつもおって、本当にもう、末期よ。あれ、もうびっくりした。だってさ、ただでさえその米の転売でまあ価格が普通の市販よりも高い上にさ、ジップロックに入れた米なんて品質もクソもないやん。衛生面も加味して。何が入ってるかわからんわな。そう。で、売る方も売る方やけど、買う方も買う方やなって思って。なんかホタルの墓みたいやわ。瓶に米入れて、量り売りしてもらうみたいな、なんか。そういう風にもなってくるからさ。場所によって深刻な感じになっとるわけやな。特に都心部ではなんか、それが顕著に出とって、地域格差があるよな、今回の米騒動は。みたいやな。やっぱりどうしても都心部の方が、米不足とか、あとスーパーでも売っとっても、一袋だけとか、もう購入制限があるみたいよ。まあまあ、需要が大きいっていうのもあるし、都心部やと田んぼの面積が少ないから、米の出回る量が少なかったりとか、流通に時間がかかるとかあるんかもしれんな、物流に。あと今回その南海トラフ地震の影響で、なんか備蓄っていう概念っていうか、そのために買い占める人もおるらしい。そうやな。まあ台風もあるし、地震が起こるって警戒しろって政府が言ったせいで、災害に備えて防災備蓄用として米を買い占める人が結構多いんな。最近三重とかでも南海トラフのあれで米全然売ってなかったらしいよ。市場に溢れとる間はそんなにな、欲しいと思わんねやけど、なくなるかもって思ったら急に欲しくなるんやな。そんなもんなんやろな。今回の令和の米騒動でさ、注目されとんのが政府の備蓄米のことなんやな。はい。すごい話題になったのが、8月26日に大阪府知事の吉村さんが、X、旧ツイッターで、府の緊急抽出調査では、約8割のスーパーなどで米が品切れだったと投稿して、農林水産省に備蓄米の放出を要望したってことを明らかにしたんな。X で。それに対して農水省は、その要望を受け入れなかったと。9月中には新米が出回るから、今放出すべきではないという、農水省の見立てがあって、備蓄米っていうのはそもそも何かっていうと、政府が緊急時の米不足に対応するために食料備蓄として保存してる米のことを言うよな。で、それがさっき言ったその平成の米騒動をきっかけに95年に主要食料の需給及び価格の安定に関する法律っていうのが施行されて発足したような政府備蓄米っていうのが。で、今はだいたい100万トン程度を備蓄米として蓄えとるらしくて。結構やな、100万トンって言ったら。そうやな。で、まあこれを放出しろって言って、吉村知事だけじゃなくて普通の一般人とかも SNS でさっさとこれ出せよって言ってる人も結構おるんやけど。まあ農水省は結構否定的というか多分放出する気はないと思うんやけど。まあ品薄は順次回復するみたいな感じの。そうやな。これを備蓄米を放出してしまうと、米の市場価格が下落する恐れがあるよな。需要過多になってしまうからな、その時はまた。そうやな。だからまあ簡単には放出できやんっていうのはあるやろな。まあそれもわからんでもないけど。まあでも実際さ、今そこまで深刻かなって思うんよな、俺は。だってコンビニ行けば別におにぎりは売ってるし、牛丼屋行けば別に牛丼普通に食えるからさ。確かにこういう報道も含めてちょっと過剰にはなっとるとこはあるよな。実際俺は今富山で普通に暮らしとるけど、正直あんまりそういう米不足言われてもあんまピンときてないもん。そうやな。別に普通に9月になったら新米の出荷っていうのが始まるんやから、それを待ってもいいと思うし、あと古いお米があるんやったらそっから出してきゃいいやんっていう人もおんねやけど、それも別に保管期間5年を過ぎた備蓄米っていうのは、まあ飼料用として家畜の餌としてまあ売却されとったり、学校給食用として提供されたりもしとんねやけど、基本的には主食用として出回ることはないんよ。さっきも言ったけど、その米の市場価格がな、下落したりするから。はい。備蓄米は出さんでいいやろうなとは思う、俺は。それこそ平成の米騒動の二の舞になる可能性もあるから、平成の米騒動の時も20万トンぐらい備蓄米があって、それを放出したんやけど、それでも足らず、だから政府は打つ手がなくなって緊急輸入したという背景があるから、簡単に放出するもんじゃないと。確かに何かと理由つけて出さんようにはしとるってのはなんか見とれるな。一応そういう米の物価指数、価格上昇はパンとか麺類に比べたらまだ下回っとるから、割とじゃあまだお買い得な感じなんか。そうっていう話もあって、他に比べたらまだマシやろっていう風潮なんかもしれん、政府からしたら。
ちょっと怪しい、きな臭いとこはあるけど、なんとしても出したくないなんか理由をつけとる感があるな。今回の米不足の原因がインバウンドのせいとか猛暑のせいやっていう話あるけど、うん。実際にはその政府が減反政策を行って、その米の生産量を政策として削減したせいだっていう話もある。ああ、はいはい。米の消費量の減少に合わせて米の生産量を抑えるために減反政策っていうのをやっとったんやけど昔。この減反政策自体は2018年にアベノミクスの時に減反政策を廃止したって言われとんのやけど、実際には廃止されてないんだっていうちょっと陰謀論めいた話もあって。はいはい。減反政策って要は政府が農家に対してお米作る量を減らせって要求する政策のことなんやけど、それが2018年に廃止されたのとほぼ同時に飼料用のお米に対して補助金を出しとって、だから減反政策自体は廃止されたのに結局飼料用のお米に補助金を出しとるから、食用のお米じゃなくて飼料用のお米の生産量が上がって、でそれに合わせてお米を作る面積っていうのは限られとるから、飼料用のお米が増えれば食用のお米を生産する量は減るやんな。だから実質的な減反政策やろって言われとって、だからまあそれが原因なんじゃないかっていう、ちょっとこれはまあ陰謀論に近いかもしれんけど、そういう話もある。確かに。まあ、きな臭いな、それも。また。そうやな。だから政府が意図的にお米の価格を釣り上げとるっていう話もあるんよな。農家っていうのはその不足した方がさ、価格が上がるから儲かるって言われとるんよ。まあそうか。さっきも話しちゃったけど、米だけがお買い得な感じになっとるから、米の価格もまあ順次上げていかなあかんっていうのもあるしな。あとやっぱ米をそういう海外に将来的にその輸出とかするって言ったら、やっぱ米の価値っていうのはやっぱ高くしていかなあかんから、国としてブランド力を高めていきたいっていうのもあるかもしれんな。うん。日本米っていうのは外国で人気らしいからな。あと、今回の米不足に合わせて、タイ米の人気が高まっとって、タイ米の販路拡大を狙う企業っていうのも増えとるようで、タイの会社で、いわゆるジャスミン米っていう、タイ米と言われるジャスミン米の輸出量がどんどん上がっとんだけど、これをきっかけにタイ米の美味しさをもっと知ってもらおうみたいなタイの会社が販路拡大を狙っとるという話もある。実際我々も最近タイでタイ米食べたけど、全然普通に美味しかったよな。現地の味付けに合わせた料理やったからっていうのもあると思うけど、全然そういうタイ米に対して悪いイメージないし、日本に比べたらやっぱパサつき感はあるけど、まあでもそういうもんやと思ったら全然食えるしな。タイ米美味しいよな。ただ、タイ料理としてタイ米を食べるから美味しいってすごい感じるけど。ああ、なるほど。日本食のテイストに合わせたタイ米はきついかもな。そうやな。まあ、ずっとタイ米だけ食べれるかって言われると怪しいな。ああ、確かにずっとタイ米はきついな。納豆ご飯をタイ米で食えるかって言われると無理かもしれんな。まあ、なんでもそうやもんな。お寿司をタイ米で食えるかみたいなのもあるし。そうやな。もう日本の米にもう味覚が慣れとるから、どうしてもなんか違和感はあるわな。そうやな。米不足やけど、実際さ、あんまり、まあ俺も家にそもそも米ないし、あと炊飯器すらないからさ、全然この米不足実感してないんやけど。ここまで言ってきましたけど。そうやな。もうさ、30過ぎたらさ、米食っても太るだけやから、糖質制限とかするにはいい機会なんじゃないかなと思うけどな。ああ、いっそのこれを機に生活習慣変えていこうって感じか。そうやな。だから子供とかはさ、その米食べたいやろうから、そういうところではまあ。ちゃんと運動して代謝はできるから、全然太らんし。そうやな。だからそういう人らはまあ結構深刻やからな。騒ぐ気持ちはわかるけど、もう大人は別にもうな、そんな米食わせろみたいな。そこまで米食わんでいいと思うからさ、米食いすぎやってそんな3食毎回米食ったら。雑穀米とかな。いろいろあるから今はもう。そう。だから日本人米食いすぎって問題もあるからな。だから糖尿病患者が増えとると。米が好きすぎる問題はあるな。小さい頃からもう米文化、おにぎりとかも含めてさ、朝食はもう絶対米と味噌汁。で、お昼も、要するに言えば定食とか、何でも米がついてきて、もう米なしでは生きていけやん食生活を送っとったから、もういざこういう米不足になった時に大事になってしまうよね。転売ヤーから米買うっていうのは本当にどうかしてると思うけど。それはそう。もうどうしてもそこまでして米食いたいんやったら、冷凍チャーハンとかでも売ってるし、そういうの食えばいいんじゃないかなと。ちょっとな、考えればいっぱい取り寄せることできるのに、わざわざ素性もわからん転売ヤーから買うのは、本当に買う方も悪いと思ってる。米に依存しすぎなんや。ここまで
なんか米中毒と思った方がいいと思うわ。はい。今一度その米に依存した生活を見直す機会になると思うわ。まあ、これを機にな。米食わんでも糖質別に取れるからね。これも多分この夏の問題であって、もうあと1ヶ月もすれば、まあ全然元通りになると思うし、そうならんためにも日頃から米の管理っていうか、だいたい1ヶ月程度で食べきれる量を毎回購入していくのがベストと書いてありました。あと、普段から米を食べる量を減らしておくとかな。太らんためにな。そうそう。生活は自分で見直していくもんやと思います。そんな感じで、今日は令和の米騒動についてちょっと話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと、個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。